皆さんこんにちは。チンスコの達人です。今回は神奈川県川崎市の池上町へやってきました。こちらは産業道路という道でして、隣接する工場と行き交うトラックの排気ガスにより日本で一番空気が汚い場所と言われています。池上町は JR の川崎駅から車で15分ほどのところにあるんですけど、日本最大の不法占拠地帯と呼ばれています。昔は日本人が足を踏み入れると石が飛んできたそうでして、同じ川崎の人も産業道路は越えるなと言われていたそうです。で、その歴史は100年以上前に遡りまして、1912年に日本初の鉄管製造会社である日本鋼管がこの地で工場建設に着手したのが始まりです。その後、1931年の満州事変勃発に伴い軍事産業が発展し、日本人だけでなく多くの朝鮮人が工場で働くようになります。なんで朝鮮人がいるのかというと、1910年の日韓併合により生活の苦しい朝鮮人が働き口を求めて日本に来ていたからですね。日本鋼管は池上町一帯を買収し、敷地内に工場で働く人のための寄宿舎を建設したんですが、それでも住宅供給が追いつかず、寄宿舎からあぶれた朝鮮人はバラックを建てて住み始めます。そして1945年、日本は敗戦を迎えました。敗戦により軍事産業の必要はなくなり、多くの日本人は工場を去り田舎へ帰っていきました。朝鮮人も帰国するために下関や博多に向かったんですけど、機雷によりフェリーが運航しなかったり、1950年には朝鮮戦争が勃発したりして再び川崎に戻ってきました。そして日本人従業員が引き上げて空き家になっていた社宅に住み込んだり、焼け野原にバラック小屋を建てて住み始めます。もともと工場で働く朝鮮人が強制的に連れてこられたのか、それとも任意だったのかで揉めてるんですけど、事情が事情だけに日本鋼管は長い間立ち退きを要求しませんでした。とはいえ日本鋼管と契約を結んで地代を払っているわけではないので、不法占拠とみなされています。で、川崎市としても放っておけない問題と捉えてはいるけれど、土地所有者と占拠者との民間同士の問題が大前提なので、なかなか手を出しにくいっていうのが実情のようです。そして日本鋼管は2003年に川崎製鉄と統合して JFE スティールとなり、未だに解決しないまま現在に至っています。空き家になって取り壊された家が出ると JFE がフェンスを作って入れないようにしています。ちなみに下関に集まった朝鮮人集落の動画も上げているので、よかったらご覧ください。で、この池上町には現在200軒以上の家があるんですけど、好き勝手建ててるから家の向きがおかしいんですよね。上から見たらより分かりやすいかなと思います。そもそも道なのか家の敷地なのか分からないし、行き止まりだと思ったら抜けられるようになっていて、ほんと迷路みたいです。で、建築基準法上建物を建てるときは原則として4メートル以上の幅の道路に敷地が2メートル以上接してないといけないんですけど、もうそれが守られてないのが一目瞭然ですよね。道幅4メートルっていうのは消防車が通れて、でなおかつ消防士が作業するスペースを確保できる幅なんですけど、それが守られていないと既存不適格建築物といって再建築ができないようになっています。リフォームはいいらしいんですけどね。てか本当、火事になったら消防車が入れないから大惨事になりますよね。で、ちゃんと区画整理したらいいと思うんですけど、この密集した土地に道ができるってことは必然的に居住スペースが小さくなるわけで、しかももともと林地の境界線もはっきりしてないので住民が嫌がってるみたいです。で、歩いてるとなんか不気味な静けさがあるんですよね。なんか窓からこっそり覗かれてるような気分になりました。道じゃなくて家の敷地内を歩いてる感覚だったので、そういう後ろめたさもあるのかもとか思ってたら、いき
きなり警報が鳴らされてめっちゃびっくりしました。なんか部外者出てけって言われてるみたいですよね。あと映像ではお見せできないんですけど、外の水道のシンクに用を足している初老の男性にめっちゃジロジロ見られました。で、あとなんで怖いかって、バッドホップのインタビューを読んでてめっちゃ危険な街のイメージが強かったっていうのもありますね。バッドホップっていうのは双子の T パブローとワイザーを中心に池上町で結成されたヒップホップグループで、日本武道館公演を成功させたりとかすっごい人気があるんですけど、生い立ちのエピソードが凄まじいんですよ。なんか母子家庭でヤクザの取り立てが家に押しかけてたとか、一家心中を図ろうとした母親に刺されたとか、なんか小学2年でタバコ吸いながら喧嘩に明け暮れてたとか、榊原も収容されてた関東医療少年院に入ってたとか、もうそんなんばっかなんですよね。まあそれでもラッパーとして成功してるからすごいなと思いますけどね。あるインタビューでは、川崎のこのひどい環境から抜け出すにはヤクザになるか捕まるしかなかった、そこにラッパーになるっていう選択肢を作れたかなと語ってました。スティッキーって2021年に亡くなったラッパーなんですけど、もしかしたらバッドホップが書いたのかもしれないです。で、この屋形船釣り港は木村拓哉のドラマグッドラックのロケ地になったところです。キムタクがここに来てたって考えるとすごいですよね。他にも AKB48 とか乃木坂46もロケに来たらしいです。で、ここはバッドホップのメンバーがよく溜まっていた場所です。なんか朝まで遊んで、ここでよく寝てたそうです。なんか寝返りを打って河口に落っこちたりしてたらしいんですけど、絶対体に悪いですよね。海の色緑色ですからね。ここで撮影したミュージックビデオもあるので概要欄に貼っておきます。これは池上町唯一の飲食店の道飛館っていう焼肉屋さんです。すっごい美味しいらしいんですけど、17時開店でやってませんでした。あと歩いてて気になったんですけど、野良猫が異常に多かったですね。猫って実は繁殖能力がすっごい高くて、で結構自治体が増えないように対策してるらしいんですけど、ここではそんな対策は一切してないでしょうね。あと池上町の一部エリアでは下水道が通ってなくて、上水道も細い管で通ってるだけなので、みんなが水道を使うと水が出てこなくなる時があるみたいです。で、ここ普通だったら絶対に通らないですけど、池上町だとちゃんと別の道につながってます。こういう感じですね。本当敷地と道の区別がないんですよね。で、池上町の人口は1995年は306世帯886人だったのが、2022年は441世帯707人になってます。なので人口は減ったけど世帯数は増えてますね。で、その辺の理由はちょっとよくわかんないんですけど、なんか最近は家賃が安いっていった理由で東南アジアとか南米の人も住んでるそうです。そうやって多国籍化が進むと不法占拠の解決もますます難しくなりそうですよね。これとか終戦直後に建てられたバラクかもしれないですね。ということで今回は川崎市の池上町を歩きました。いやー、予想通りすっごいディープな街でした。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。